次の生まれ変わり枠ってあるんですよ。ここの国は何人までとか、この国は何人までとかっていうふうに規制かけられてくるわけ。お父さん、はい。今日ちょっとすごい単純な話なんだけど、すごい気になってることがあって、聞いてもいいですか？どうぞ。私たちって生まれ変わってるじゃない。はい。まずその前提で、はい、転生してるってところを前提で話すんですけど、今出生率がとっても下がっていってるじゃないですか。現代。それっていうのは、この時代にそもそもこう生まれ変わってくる人自体が減ってるっていうことなんですか？要は、この時代の日本にとか。そうかそうか。前で言う生まれる量に対して今回減ってきてるけど、同じ人がぐるぐる回ってんのであれば、数が合わねえんじゃねえかっていうこと？生まれてこなかった人はどこに行っちゃったのか。なるほどね。逆にインドはすごく人が増えてるとか。こういうことなんですよ。霊界のその仕組みっていうのが、まず自然界っていうのがあるでしょ。これが3次元です。私たちが生きてる世界。で、この真ん中に幽界っていうのがあります。幽霊の幽界。で、その上に霊界があるんです。で、幽界って何かっていうと、例えば、ご飯なんか何が好き？お肉好きだよね。じゃあ明日死んだとするじゃん。じゃあ、霊界に行くぞ、ゴーって言ったらお肉も食べれないよって言ったら寂しくない？ちょっと食べてから帰りたい。だよね。だからそういうのをやっていいのっていうのが誘拐です。人間生活ができる。で、とりあえずそこでいろんなことも考えられるし、体の重みやいろいろなその肉体に縛られる抜けた3次元みたいなところをできる場所があるんですよ。これ誘拐と言います。3.5 次元みたいな。3.5 お、かっこいいね。3.0、3.5。まさにそうです。3.5です。そういう場所があって、そこは平均して、地球時間で言って30年ぐらいはいられるんですよ。ただ、レイヤー的になってるから、そこにどんだけ数が増えても人はいられるんですね。自然界と違うから、階層を作っていってうまくこうできるんですけど、だから、今ね、いくつかあって、一つは、じゃあこの国は今衰退する方向に設計されているから、次生まれ変わってこう、例えば、次の生まれ変わり枠ってあるんですよ。ここの国は何人までとか、この国は何人までとかっていうふうに規制かけられてくる。要は国も生きてるから。発展してる時は人が欲しいけど、飽和した時に人が来たら困るでしょ。だから、世から来る時の、入国、その国に入ってくるための枠があります。今はインドが枠多いんですよ。もし3次元に降りようとすると、インドとかの方に行かないと降りれないから、どうすっかな、インドか、微妙だけど、でもな行くっていうふうに来てる人も多い。あとはやっぱり中間層にずっと留まってる人もいるし、もっと逆に言うと、レベルの高いっていうか、要は最初からもう食べ物とかそういうのも良くて、霊界帰っちゃうよーって人もいるじゃん。そういう3次元に染まらない人は逆に、背後霊とか、守護霊とかにもなれるので、じゃあ、インド枠に行くよって人と組んで、じゃあ今回は私守護霊やるわとかっていう風にして、降りるパターンもある。で、指導霊とかの予備軍で、もともと誘拐に待機してて、あなたなんか新しいこと、例えば石丸さんみたいにね、こういう東京で新しいことするよってなった時に、じゃあ自分たち手伝うよって募集して、その瞬間に降りていく人たちもいる。誘拐からも降りれるんだ。誘拐の中でもその枠はあります。なるほど。一方向じゃないんですよ、一応。行ったり来たりはできるんだけど、基本は、普通の人っていうか、ちゃんと霊界まで行ってしか戻れないっていうのが普通です。本来は。でももう誘拐関係ないって人もいるじゃん。さっき言ったみたいに。もうそういう縛りがない人もいるから、霊界に戻っちゃってんだけど、でもそれでもったいないじゃん。せっかくその自然界のね、勉強してる専門家だから、ちょっと誘拐に戻ってきていただいて、指導例として、ちょっと活躍していただけませんかっていうのは何百年である。そういう風にして、真ん中のボトムが今大きいかな。なるほどね。なるほど。これもちょっと聞いたんだけど、じゃあ今後じゃあそのボトムをもっと真ん中を減らして、地上の方を増やしていくのかって話になるじゃん。今度は時期が来たら。そもそも地球自体もやめようかって話もあるんですよ。他の星でもいいよねとか。地球自体を一回休ませて、一回星として衰退させて、ちょっと原始的すぎるっていうか、
今生きてる人たちがあんまりにもいろいろいじくりすぎちゃって、自然のあれが壊れちゃってるから、ちょっと一回ここの人類終わって、地球自体を一回再生させるために、例えば、まあ、1億年とか2億年置いとけば、また、自然のサイクルに戻っていくので、戻るまでちょっと休ませておいて、みんなで違う星に引っ越ししようかっていう話もあるみたい。その引っ越しはできるの、私たちは。全然できる。地球人のコスチューム、地球人のいわゆる地球に合う宇宙服をつけてきてるの。これが肉体の僕ら。僕らは地上にいるから、ここがいわゆる星じゃないと思ってるんですよ。そうじゃなくて、この大気に合うように作られてるこの服がこれ宇宙服だ。なるほどね。で、中に入ってる霊っていうのが元々の私たちなんで、そう考えてほしいの。ってことは地球にしか合わない服だから、月とか火星行けませんよって話だよ。この形のままでは。そうで、地球休ませて他の星へって言った時にはまたそこの星用の肉体また開発するの。みんなで開発して、いや、こっちちょっと窒素の量が多かったからこうだねとか。なるほど。で、もともとは酸素の人間には毒だったとかっていう話もありますよね。まあ、要はその活性酸素っていう考え方ね。その酸素の量が多すぎて、今の体の大きさだったら、ちょっと多すぎるわけですよ。だから、おっしゃってたように4倍ぐらいあったから、濃度が。体も4倍ぐらいあったよね。っていう話なんですよ。言ってることは。だからそれはやはりその自然界の地球にしか合わせられないんで、これがやっぱり舞台だから、この地球っていう舞台の中で合うような体体型をしてるわけね。でもそれがだんだんやっぱり限界が来てるから、ちょっとやっぱりいろんな伝染病が流行ったり、それこそいろんなね、今の科学で医療でわからないような病気が生まれてきたりとかしてるのは、自然がおかしくなってるんですよ。だからそういう形と戦いながら、どんどんボトムから降りてきて、勉強しても、ちょっと地球がこんだけ病んでたらやばいよねっていうところはあると思うんですよ。なるほど。一回ちょっと休ませようかっていう。で、これは怖く言うと、人類が滅亡するとかね、地球はゼロになりましたとかっていう、まあ見方で言えばそうなっちゃう。でも、これどこから見るかの問題だから、生きてる人間から見れば地球滅亡、人類が全部いなくなりましたなるけど、こんな風にもっとお気軽に考えて、そうか、じゃあ、そのもうちょっと行ってみるか、みたいな。そうですね。ね、地球だけじゃないし、地球もかわいそうだよね、こんな長いことをやっちゃって、みたいな。っていうのを発想していけばいいわけですよ。そうするとなんか怖いものはなくなるよね。怖いものってだからやはりその考えの狭さだったりとか、一元的にものを見ていくっていうことが怖さを作っていくので、理解が行き詰まると怖くなるからね。今のように相対的に物事を見ていけば怖さはなくなるっていうね。これは宇宙人の教えでございます。素晴らしい教えをね、いただいてます。姉さんはどこの星に行くんでしょうか。私も連れてってくれるんですかね。これはあれなんですか。みんなじゃあ人類がもし移住しますってなったら、一個の星にまた拠点を置くんですか。振り分けるかもね。今度は。そうなんだ。地球の二の舞にならないようにってことかもしれない。それは僕は計画しないかわかんないけど、ちゃんとその、いわゆる太陽系の連合とか、銀河系連合とかで、ちゃんと計画してると思うんですよ。やっぱその星々やっぱ使うわけだし、万が一そこで変な核戦争なんか起こされたら、星って全部繋がってるので、どっかでおかしいことが起きた瞬間に全部迷惑しちゃうんで、そういうことも全部含めてルールも決めて、ちゃんとそれを監視する人、見張る人、で、記憶を基本的にはなくして降りようっていう今ルールになってるから。そっか、じゃあこの地球の記憶を持ったままね、他の星に移るわけじゃないんなら。全然残らないし、そもそも何十回も生まれ変わってるから、僕らは。キンキン地球のことは覚えてるかもしれないけど、2、3回やったら忘れちゃうんで。そうだね。だってお子さんもともと火星にいたんでしょ、ショコさん。戦ってたらしいですね。火星にいたらしいです。火星のこと覚えてないもんね。だって地球に行くぞって行く途中で間違って土星に行っちゃって、ここが地球かって勘違いしていたみたいですよ。早とちりなんですね。あれさんなんてのはもっと未来から来てますから。ちょっと考えたら面白いよね。まあこの霊界の話してるのは僕しかいないんで、またね、この霊界界隈からいろいろ言われる。霊界界隈があるんだ。あるんですよ。霊界界隈あるんだよ。なんかいろいろある。この世界はっきり勉強しようみんな。勉強しよう一緒に。ね。なんかあったらね、もう勉強しよう。聞きに来て。ね。本当そうですよね。本当だよ。そろそろみんな分かった方がいいよ。俺が言ってることの方がすごく現実的だと思わないか？はい。ね
間違いない。前田さんはもう、春派だからね、翔子さん。全部はいってしか言わないけど、皆さんの中ではノーっていう人もいるかもしれないけど。ノーっていう方はまた違う意見のところに行っていけばいいのかなって思うから。ノーっていう方は違う星に行くと思いますよ。これが意見ですよ。人って自分を中心に考えちゃうからね。まあ、そういうふうに、前向きにいろんなことを考えるっていうのはすごくいいことだからね。まあ、一元的にね、例えば、核戦争起きて地球が滅亡しちゃうとかね、いろんなお騒じゃない。2025年のね、7月に何か起きるとかね、そんなことで煽られてね、わーってやってる方がダメですよ。それよりは、そうか、別に宇宙型のね、ユニフォームつけてここにいるんだと。ね、宇宙服つけてんだと。で、次はまた次の星にも行けるし、ぐるぐる回ってるし、何も怖いことないんだなと思えばね、古今東西、後藤弁さん以来ずっとそれをね、ノストラダムスの大予言でね、人類が滅亡するとか言ってね、1999年過ぎて2000年になったら後藤弁さんが滅亡したじゃないですか。そうなっちゃうことをね、分かったような人たちがやるんですよ。ね、後藤さんはすごくいい人ですよ。あの人は、日本にたくさんの統計学を持ってきた一人者ですよ。現象からちゃんと持ってきた素晴らしい方だけど、僕はノストラダムスの大予言だけは失敗したと思います。そっか。だって慌てて、1995年ぐらいから2000年後の世界で本を出そうとする。全く売れなかったです。そんな感じです。だから皆さん、今ね、こういうふうに、霊界のちょっと説明しましたがね、何とか見直していただいて、自分なりの、自分の知識に入れていって、あーって気がつく瞬間があると思うんでね、ぜひ見てみてください。